おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースをお届けしていきます。今日はアリゾナ州でのロボタクシーの許可、ステランティスの NACS の採用、そしてイーロン・マスクさんが Siri をグロックで置き換える可能性に言及したというニュース。これらは一見バラバラに見えますけれども、僕はこの3つがテスラの未来を象徴する重要な三角形になっていると考えています。テスラは今、車を売る会社からAI で街を動かす会社へと急速に姿を変えています。今日はこの動きを分かりやすく、そしてテスラに投資する投資家としてどう見るべきなのか、ここを深掘りしていきたいと思います。まずは簡単にこの24時間で報道されたテスラに関するニュースを整理しておきます。一つ目はアリゾナ州でテスラがトランスポーテーションネットワークカンパニー、いわゆるTNC 許可を取得したというニュースです。これはアリゾナ州全域でテスラが有償のライドシェアサービスを提供できるという意味になります。完全自動運転がすぐに解禁されるわけではありませんが、料金を取ってロボタクシー事業を実際に運営できるフェーズに入ったということになります。そして2つ目は、ステランティスによる NACS 採用の発表です。ジープやダッチを含む巨大な自動車グループがテスラの充電規格を正式に採用し、スーパーチャージャー網を利用できるようになります。北米では2026年から日本や韓国でも2027年に利用が始まる予定です。これによりテスラの充電インフラは事実上の業界標準となりつつあります。そして3つ目は、イーロン・マスクさんが Siri をグロックで強化する可能性についてI'm down。これは賛成ですというコメントを残したという話題です。Apple が正式にどう答えるかは不明ですが、この一言だけでも XAI とグロックがテスラ社以外の世界にも広がっていく可能性を感じさせます。最後に、ベイエリアで起きたロボタクシー監視員の居眠り問題。これはテスラが現在行っている安全監視付きの運行モデルの限界を象徴しているとも言えます。逆に言うと、人間が最も不安定な要素であるという FSD の価値、これを裏付ける出来事とも取れます。では、ここからは僕の視点でこの一連のニュースがどんな意味を持つのか、これを見ていきたいと思います。まずはアリゾナのロボタクシーの許可です。僕が注目したいのは、有償のサービスが可能になったという一点だけです。完全自動運転ではないという批判もありますが、実はそこは本質ではありません。収益を取れるということは、ビジネスが動き出すということになります。車を売って終わりではなく、走っている車そのものが毎日お金を生むという仕組みにテスラが踏み込んだということになるんです。これは企業価値に大きく影響していくと思います。次に、ステランティスの NACS 採用です。この動きっていうのは、単なる規格の変更ではなくって、テスラにとっては道路インフラを抑えたという意味を持ちます。テスラが10年以上かけて構築してきたスーパーチャージャーのネットワークが他のメーカーにとっての資産になり始めているということになります。ステランティスの BEV がテスラの充電網を頼るという構図は、充電インフラの勝者が誰なのか、これを示しています。特に北米ではすでに主要メーカーのほぼ全てが NACS を採用しています。今後はインフラ面でテスラ以外の選択肢が弱いという状況が加速し、NACS が標準というのが全世界に広がっていく可能性も十分にあると思います。結果的に今回海外メディアの報道でも、日本でも2027年からとありましたので、今回をきっかけに日本でも NACS の規格の充電器、これが一層増えていくっていうことを僕は期待したいと思います。そしてグロックです。Siri をグロックで強化するという話は現時点ではアイデアレベルですが、これもテスラの未来と直結しています。テスラ社内の AI 音声アシスタントがグロックに統合される未来は十分にありますし、アメリカではすでに始まっています。車以外の生活の空間、スマホの世界にも拡張されると、ユーザーの生活の中心にグロックが入ってきます。つまりテスラの AI は車だけのものではない時代、これに入る可能性があるということになります。AI が車の外に広がると、テスラのブランド価値はさらに拡大していきます。最後に、セーフティーモニターの居眠り問題。これは人間に頼る運行モデルのリスク、これを象徴しているんですけれども、同時に FSD の優位性、これを示す逆説的な出来事でもあります。もし人間が
最も不安定な要素ならば、最終的にテスラが目指す完全自動運転は、規制さえ整えば人間より安全であるという前提がより強くなります。こうした実例はロボタクシーの安全性議論の方向性を変えていく可能性があります。では、ここからはこれらのニュースが中長期のテスラ戦略にどのようにつながっていくのか、ここをさらに深く見ていきたいと思います。まず一つ目はロボタクシーの利益構造についてです。これまでの自動車産業は車を売った瞬間に企業側の収益はほぼ確定するモデルでした。しかし、ロボタクシーが本格的に稼働すると、テスラは車1台ごとに毎日キャッシュフローを生み続ける企業になります。これはソフトウェアビジネスに近い構造です。車両販売で得られる利益よりも、ロボタクシー運行による継続課金の方が圧倒的に大きくなる可能性があります。その意味で、アリゾナ州の許可の取得っていうのは短期的には小さく見えても中長期の収益モデルの転換の大きな一歩となってきます。次にテスラの充電インフラ網のインフラ戦略です。ステランティスの NACS 採用は業界の流れとしては遅れてきた巨大な後発組がついに屈したという表現が近いと思います。なぜなら充電インフラを自前で整えるには莫大な投資が必要で、しかもテスラほど効率的には展開できないからです。つまり他社にとってテスラのスーパーチャージャー網っていうのは使わざるを得ない資産、これになり始めているということになります。テスラはすでに充電サービスを通じてインフラ企業としての顔も持っています。これは投資家視点で見ると、従来の自動車メーカーとは全く違う収益の柱が形成されつつあるという意味にもなります。スーパーチャージャーが世界中に数万機あり、そこを他社が使うという状況は、テスラが巨大な交通インフラのゲートキーパーになるという未来を示しています。これが現実になってくると、テスラの評価は完全に変わります。そして3つ目は、グロックの存在です。XAI のグロック 4.1 が Siri に統合される可能性について、イーロン・マスクさんが賛成と答えたという話は単なるジョークではありません。イーロン・マスクさんは以前から、AI が生活のあらゆる場面を支える未来を語っています。その中でスマートフォンの音声アシスタントが重要な役割を果たすと考えている節があります。もしグロックが Siri のバックエンドとして動く未来が訪れれば、ユーザーは意識しないレベルでグロックを使うようになります。これはテスラ社内の AI アシスタントも同期しやすくなりますし、家の中でも外でも、そして車の中でも AI 体験が可能になるという意味になります。これは Apple との関係を考えるとすぐに実現するとは限りませんが、方向性としては非常に現実的な未来です。そして AI が車の外へ広がっていくということは、テスラの価値は自動車メーカーという枠では収まらないということも意味します。完全に AI プラットフォーム企業として評価されるようになっていきます。そしてもう一つ重要なのが、ロボタクシーの現場で起きた居眠りモニターの問題です。これは一部のメディアでは批判的に取り上げられていますが、僕はこれはむしろ象徴的な出来事だと見ています。なぜなら人間に頼る監視体制そのものがすでに限界に達しているっていうことを示しているからです。人は疲れます。そして油断すれば眠ります。でも FSD は眠りません。注意力も落ちません。この対比が FSD が持つ人間を超える安全性という価値を逆に強く印象づけています。もし規制側がこの事実を理解し始めれば、いずれ監視者付きから無人運行への移行は必然です。テスラはそこを見据えており、今回の許可の取得っていうのはそのための布石に過ぎません。このように、この24時間のテスラのニュースは異なる分野に見えて、実はすべて AI モビリティ企業としての未来につながっています。では、ここからはさらに未来の姿、これを見てみたいと思います。まず一つ目は、テスラが自動車メーカーというカテゴリーから完全に抜け出しつつあるということです。スーパーチャージャー網は他社メーカーの利用が加速し、テスラは移動のインフラ企業として評価され始めています。さらにロボタクシーが本格的に動き始めると、街を走る
テスラの台数が増えれば増えるほどテスラの収益が増えるという指数関数的なビジネスモデルが形成されます。車両を売らなくても収益が生まれる世界にテスラが踏み込むということになります。そして2つ目は AI の浸透です。グロックが社内外で広がればテスラの AI は都市のインフラそのものになってきます。車だけではなく家庭、職場、スマートフォンまでテスラの AI が連動する未来です。FSD、ロボタクシー、そして音声アシスタントが一体化していくっていうことは、テスラは単に移動を提供する企業ではなく、人間の生活全体を支える企業になっていきます。そして3つ目は、無人運行の実現時期です。アリゾナ州は規制が比較的柔軟な州です。そのため、最初の肝心無人運行が始まる可能性は十分にあります。テキサス、カリフォルニアと続き、2026年から2027年はロボタクシー実装の本格的な転換期になる可能性があります。これはテスラの株価にとっても重要で、収益構造が大きく変わるタイミングと重なる可能性が高いです。今日扱ったニュースは一見すると別々の話に見えるかもしれませんが、すべてはテスラが AI モビリティ企業へ進化していく過程の重要なピースです。ロボタクシーが動き出し、スーパーチャージャー網が業界の標準となり、グロックが生活空間に入り込む。この3つの動きはこれから数年でテスラの価値を大きく変えていく可能性があります。皆さんはテスラの次の成長ドライバーはどれだと思いますか？ロボタクシーなのか、インフラとしての充電網なのか、それとも AI による生活領域の拡張なのか、コメントでぜひ意見を聞かせていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げて現在400ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古。これを買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これはもう僕の中では全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。そこを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしていきます。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてください。そして現在モデル X に関しては1台在庫車として持っています。モデル X の中古に興味がある方はぜひお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。